なんと、17歳の女子高生が失踪してから13年後、3人の中に埋められた状態で遺体となって発見されたのだ。13年間も、それって、どういうことなの？しかも驚くべきことに、遺体が発見された時点での死後は1年以内と見られており、つい最近まで生きていたことが分かったのだ。信じられないわ。13年間、一体どこで何をしていたのかしら。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今日紹介するのは、2006年に鹿児島県志布志市で起きた野添希望さん失踪事件なのだ。野添希望さん失踪事件で、13年という歳月が流れた末に遺体が見つかったという衝撃的な事件よね。当時17歳の高校3年生だった希望さんが突然姿を消し、家族のもとには、元気でいる、というメールが何度も届いていたのだ。ご家族はずっと信じて待ち続けていたのね。それが遺体発見という知らせになるなんて、胸が痛くなるわ。この事件にはいくつもの不可解な謎が絡み合っているのだ。なぜ死因は特定できなかったのか、なぜ犯人は逮捕されなかったのか。犯人は分かっているのに逮捕されなかったの？容疑者は死体遺棄を認めたにもかかわらず、ある法律上の壁によって罪に問われることなく書類送検で捜査が終了してしまったのだ。それって、本当に正義が果たされたとは言えないわよね。今日はこの事件の経緯から、捜査の不可解な点、そして容疑者の証言に潜む矛盾まで、徹底的に掘り下げていくのだ。一つ一つの謎を解き明かしていくのね。希望さんはどんな少女だったのか、13年間どこでどのように生きていたのか、そして何が彼女の命を奪ったのか、じっくりと見ていくのだ。彼女の13年間に、一体何があったのかしら。最後まで見れば、この事件の全貌と、日本の司法が抱える深刻な問題点がわかるのだ。楽しんでほしいのだ。まず被害者について紹介するのだ。どんな子だったの？ぜひ教えてちょうだい。野添希望さんは1988年生まれで、鹿児島県志布志市に家族と暮らしていた少女なのだ。2006年4月、高校3年生になったばかりの17歳の春に、突然姿を消したのだ。高校3年生の春に失踪したのね。失踪後も長く生きており、その間に何が起きていたのか、今も全貌は解明されていないのだ。司法解剖の結果、死後1年以内と見られており、つまり失踪から12年以上もの間、希望さんは生きていたことになるのだ。12年以上も生きていたの？それなのに誰も助けられなかったということを。そうなのだ。この事件の闇は想像以上に深いのだ。早く続きを聞かせて。彼女のことをもっと知りたいわ。希望さんは志布志市内の高校に通う普通の女子生徒だったと伝えられているのだ。当時の同級生によると、希望さんはおとなしくて人見知りな一面があったそうなのだ。うちしなくなったのね。クラスでは目立つタイプではなく、一人で過ごすことも多かったと同級生は語っているのだ。しかし仲の良い友人には優しく、相手の話をじっくり聞いてあげる子だったそうなのだ。静かだけれど、心の温かい子だったのね。担任教師によると、希望さんは成績は平均的で、特別目立った問題行動もなかったと語っているのだ。ただ、家庭環境には少し複雑な事情があったと近隣住民は証言しているのだ。複雑な家庭環境って、どういうことかしら？近所に住む女性によると、希望さんの家は外から見ても静かで、あまり賑やかな雰囲気はなかったそうなのだ。希望さん自身も、家にいると息が詰まる、と友人に話していたことがあると伝えられているのだ。家の中に居場所を感じられなかったのかもしれないわね。失踪の直前、希望さんは親しい友人に、少し遠くへ行きたい気分だ、と話していたそうなのだ。それが彼女が友人に残した最後の言葉のようなものになってしまったのだ。遠くへ行きたい、という言葉が、まさか本当の別れになるとは。2006年4月6日、家族から志布志署に家出人捜索願いが提出されたのだ。その日の朝、希望さんは普段通りに目を覚まし、家族と短い言葉を交わしたと伝えられているのだ。普通の朝だったのに、突然いなくなったということを。そうなのだ。家族が気づいた時には、希望さんはすでに姿を消していたのだ。荷物の一部と、わずかな着替えが持ち出された形跡があったと報じられているのだ。計画的に出て行ったということなのね。捜索願いが出された後も、警察による聞き込みでは希望さんの行き先を知る者は見つからなかったのだ。学校の教師も友人たちも、希望さんがどこへ向かったのか全く心当たりがないと語っているのだ。誰も行き先を知らなかったの？ところがその後、家族のもとに、元気にしている、という趣旨のメールが複数回届いたのだ。そのメールのおかげで家族は希望さんが生きていると信じ続けたのだ。生存を示すメールがあったなら、家族も安心したと思うわ。しかし後になってわかるのは、そのメールが13年間にわたる悲劇を覆い隠してしまったという事実なのだ。メールが、真相を遠ざけていたということなのね。希望さんが失踪した2006年の春、鹿児島県志布志市は静かな地方都市だったのだ。桜が散り始めた4月初旬、新学期が始まったばかりの時期に彼女は消えたのだ。新しい春の始まりのはずだったのに、
本当に悲しいわ。高校3年生といえば、進路を考え、将来の夢を描く大切な時期だったはずなのだ。希望さんがどんな夢を持ち、何を望んでいたのか、今となっては知る術がないのだ。希望という名前を持つ少女が希望を奪われてしまったのね。その名前の重さが、この事件をより一層切なく感じさせるのだ。遺体が発見されたのは、失踪から13年後の2019年8月、鹿児島市吉野町の仙岩園近くの山林だったのだ。13年後に山林の中で見つかったということを。遺体は一部が白骨化した状態で、地面に埋められていたのだ。仙岩園の関係職員が偶然発見したと伝えられており、その瞬間の衝撃は計り知れないのだ。発見した方も、どれほど驚かれたことか。司法解剖の結果、遺体の死後経過期間は発見時点から1年以内と推定されたのだ。つまり希望さんは失踪後も少なくとも12年以上生きていたということになるのだ。12年以上も生きていたのに、誰も気づかなかったということなの？そうなのだ。彼女がその12年間をどのような環境で過ごしていたか、それが次の謎となるのだ。志布志市から約70キロ、桜島を挟んで車で2時間ほど離れた鹿児島市で、彼女は何をしていたのだろうかのだ。本当に辛い話よね。そしてここから、この事件はさらに衝撃的な展開を迎えることになるのだ。一人の男の存在が浮かび上がり、希望さんの13年間の真相が少しずつ明らかになっていくのだ。では事件の経緯を時系列で追っていくのだ。13年間、一体何があったというの？希望さんは失踪してから遺体で発見されるまで、実に13年もの歳月を生きていたのだ。そしてその13年間の陰には、一人の男の存在があったのだ。一人の男？それはどういうことなの？この事件の真相は、単純な失踪でも事故でもなく、もっと深い闇に繋がっていたのだ。まずは事件の始まりから丁寧に追っていくのだ。聞かせて。時は2006年、春のことなのだ。鹿児島県志布志市に住んでいた野添希望さんは、当時17歳の高校3年生だったのだ。高校3年生。大事な時期よね。2006年4月6日、その日は水曜日だったのだ。希望さんが姿を消したのは、この春の朝のことだったのだ。4月6日、新学期が始まったばかりの時期ね。同居していた家族が朝に希望さんの部屋を確認すると、すでに姿がなかったのだ。荷物の一部が持ち出されており、家族は最初、家出かもしれない、と考えたのだ。荷物を持って出たということは、ある程度計画していたということなの？そう考えられているのだ。突発的な失踪ではなく、自分の意思で出て行った可能性が高いとされているのだ。当日の朝、近所に住む住民によると、早朝に若い女性が大きなバッグを持って歩いているのを見た、という証言が残っているのだ。早朝に、一人で。家族はその日のうちに志布志署へ、家出人捜索願いを提出したのだ。警察もこの時点では、自発的な家出、という見立てで対応していたのだ。当時は誘拐や事件とは思われていなかったのね。そうなのだ。しかしその後、この判断が捜査の方向性を大きく左右することになるのだ。失踪から数週間後、家族のもとに携帯電話のメールが届いたのだ。メールが届いたの？元気にしています。という内容のメールが、複数回にわたって家族に送られてきたのだ。差出人は希望さん本人のアドレスからだったのだ。本人から連絡が来ていたなら、家族も少し安心したんじゃないかしら。そうなのだ。家族はそのメールを信じ、どこかで元気に暮らしているのだと思っていたのだ。しかし後に判明するのだが、このメールが誰によって送られたのか、今もはっきりとは分かっていないのだ。本人じゃないかもしれないということなの？少なくとも、ある人物が希望さんの携帯を管理していた可能性は十分あったのだ。そしてこのメールのせいで、警察の本格的な捜索には繋がらなかったとも言われているのだ。それは問題じゃないの。失踪しているのに。ここで登場するのが、後に事件の核心人物となる30代の男なのだ。この男は鹿児島市内に在住で、希望さんとはインターネットを通じて知り合ったとされているのだ。インターネットで知り合った。2006年といえばまだ SNS 黎明期よね。当時は掲示板や出会い系サイトが主流だったのだ。二人がどんなサイトで繋がったかは明らかにされていないのだ。男は希望さんに接触し、志布志市から約70キロ離れた鹿児島市内のアパートを提供したとされているのだ。アパートを提供したって、どういうことなの？男は自分の名義でアパートを借り、希望さんをそこに住まわせていたのだ。食料や日用品なども男が定期的に届けていたと、後の取り調べで供述しているのだ。それって、外に出られない状況に置いていたということじゃないの？男は、監禁や虐待はしていない、本人が望んで暮らしていた、と主張しているのだ。しかし、17歳の少女が家族とも連絡を絶ち、
外界から切り離された空間で暮らしていたのだ。それが自由な生活と言えるのかしら。鹿児島市内の当該アパートの周辺住民は、そういえば若い女の子が窓から外を見ているのを見た気がする、と語っているのだ。しかしその女性が外に出てくるところを見た人はほとんどいなかったと伝えられているのだ。ほとんど外に出ていなかったということね。男は無職で、裕福な家庭環境にあったとも言われているのだ。生活費は男が負担し続け、希望さんはアパートの一室でひっそりと暮らしていたのだ。13年間、そんな生活を続けていたというの？少なくとも、男が遺体を発見したと供述する2016年5月まで、その生活は続いていたのだ。つまり希望さんは失踪から約10年間、その場所に身を潜めていたということになるのだ。10年間、家族はずっと心配していたでしょうに。家族への、元気でいる、というメールも、その間に複数回届いていたのだ。家族はその都度、本人からの連絡だ、と思い、どこかで生きているという希望を持ち続けたのだ。その希望が、真実を遠ざけていたのね。血が立ち、2016年5月のことなのだ。男がいつものようにアパートを訪れると、希望さんが息を引き取っていたのだ。ええ、亡くなっていたの？男によると、部屋を訪ねると希望さんがすでに動かなくなっていたのだという。男は警察や救急に連絡することなく、その場を立ち去ったとされているのだ。なぜすぐに通報しなかったの？信じられないわ。男は、家でジンをかくまっていたことが発覚するのを恐れた、と後に語っているのだ。そしてしばらくしてから遺体をアパートから運び出し、山林に埋めたと供述しているのだ。遺体を自分で埋めたというの？男の供述によると、埋めたのは2016年5月のことだったのだ。場所は鹿児島市吉野町、薩摩藩士島塚の庭園、千岩園の裏手に広がる山林だったのだ。あの有名な千万園の近くに、ひっそりと埋められていたのね。その山林は夜になると人気がなくなり、近くに住宅もほとんどない薄暗い一帯なのだ。男は深夜、一人でその山林に希望さんの遺体を運び込み、土の中に埋めたとされているのだ。13年間生きて、最後はそんな形で山の中に。そして時は流れ、2019年8月のことなのだ。千岩園の関係職員が山林内を巡回していた際、土が不自然に盛り上がった箇所を発見したのだ。職員は発見したの？職員はその不自然な土の盛り上がりに気づき、すぐに警察へ通報したのだ。発見されたのは2019年8月の午前中。真夏の強い日差しの中だったと伝えられているのだ。長い間、一人であの山の中に眠っていたのね。現場に駆けつけた捜査員は、土を掘り返すと一部が白骨化した女性の遺体を発見したのだ。現場には静まり返った木々の間に陽光が差し込み、セミの声だけが響いていたと当時の状況を知る関係者は語っているのだ。そんな場所に、13年間分の時間が積もっていたということね。鹿児島中央署は2019年9月25日、この遺体が野添希望さんであると正式に発表したのだ。身元特定の鍵となったのは、DNA 鑑定と骨格の照合だったのだ。13年越しに、ようやく身元が分かったのね。司法解剖の結果、遺体は発見時点で死後1年以内と見られることが判明したのだ。これは非常に重要な点なのだ。つまり希望さんは失踪から12年以上もの間、生きていたということになるのだ。12年以上も生きていたということなの？それはどこで？前述の通り、鹿児島市内のアパートで男に生活を支えられながら暮らしていたとされているのだ。死因については司法解剖をもってしても特定できなかったとされているのだ。死因不明？それはおかしくないの？白骨化が進んでいた部分もあり、明確な死因を断定するには至らなかったのだ。警察は当初、殺人事件の可能性も視野に入れ捜査を進めていたのだ。当然そうよね。遺体が山に埋められていたんだから。そして2020年、警察はついに動き出したのだ。希望さんの知人である30代の鹿児島市の男を任意で取り調べたのだ。任意で取り調べたということは、逮捕ではないのね。そうなのだ。男は任意の取り調べに応じ、希望さんの遺体を山林に埋めたことを認めたのだ。家でジンをかくまっていることがバレるのが怖かった。ご家族の方に悪いことをした。と男は語っているのだ。そんな言い訳で済む話じゃないわ。しかしここで問題が生じたのだ。男は遺体を埋めたのは2016年5月だ。と主張したのだ。死体遺棄罪の時効は3年なのだが、2020年の取り調べ時点では、男の供述する埋葬時期から3年以上が経過しており、時効が成立している可能性があったのだ。時効が成立していたの？それで逮捕できないということなの？そうなのだ。警察は死体遺棄での立件を断念し、書類送検という形で捜査を終了させたのだ。また、司法解剖で殺人と断定できる証拠も見つからなかったため、殺人罪での捜査も行われなかったのだ。つまり実質的に誰も裁かれなかったということになるわよね。13年間、若い命が山の中に静かに眠り続けていたのに、法の裁きは届かなかったのだ。こうして事件は男が書類送検されたものの正式な裁判には至らないという、中ぶらりんな結末を迎えたのだ。希望さんのご家族は、どれほど無念だったでしょう。
そしてこの結末には、多くの疑問と矛盾が残されているのだ。男の供述と司法解剖の結果が、ある重要な点で食い違っていたのだ。食い違い？どういうことなの？男は、2016年5月に遺体を埋めた、と供述したが、司法解剖の結果は遺体発見時点から、死後1年以内、を示していたのだ。埋葬から発見までの期間と照合すると、供述の内容に疑問が生じるのだ。それは絶対におかしいわ。なぜそこを徹底的に追わなかったのかしら。希望さんの13年間には、まだ語られていない深い闇が残されているのだ。そしてこの事件の本当の謎は、男の供述の矛盾だけではなかったのだ。次に加害者がどんな人物だったのか見ていくのだ。どんな人物だったの？何か手がかりはあるのかしら。実はこの男の素性を追っていくと、誰も予想しなかった側面が浮かび上がってくるのだ。表向きはごく普通の30代の鹿児島市在住の男だったのだ。普通の男性に見えていたということね。だが、その、普通、という仮面の裏には、長年にわたって積み重なってきた深い闇があったのだ。この男が何者だったのか、生い立ちから丁寧に見ていくのだ。ぜひ聞かせてちょうだい。男は鹿児島県内で生まれ、幼少期から内向的な性格だったと、幼馴染は語っているのだ。学校では友人が少なく、クラスの輪に入ることを避ける傾向が見られたそうなのだ。幼い頃から孤立していたのね。担任教師だった人物によると、授業中も黙々としており、誰かと笑い合う姿をほとんど見たことがなかった、と語っているのだ。家庭環境についても複数の近隣住民が証言しており、両親の不仲が絶えなかったと伝えられているのだ。それが影響したの？専門家の間では、幼少期の家庭内不和が対人関係の構築を困難にする大きな要因になり得ると指摘されているのだ。この男も例外ではなく、成長するにつれて人とのつながりをリアルよりもネットに求めるようになっていったのだ。だからインターネットで希望さんと知り合ったのね。中学、高校時代も目立った友人関係はなく、卒業後は定職に就かないまま無職の状態が続いていたのだ。近所に住む住民は、挨拶しても目を合わせず、ほぼ外出する姿を見かけなかった、と証言しているのだ。完全に社会から孤立した生活を送っていたのね。男が自分名義でアパートを借りたのも、他者との接触を極力避けるための手段だったという見方があるのだ。そのアパートで男は希望さんをかくまい、食料や日用品を定期的に運び込んでいたのだ。それは監禁じゃないの。普通の行為とは思えないわよ。警察の調べによると、男は監禁の認識はなかったと主張しており、彼女が自分の意思でいた、と供述しているのだ。しかし当時17歳だった希望さんが本当に完全な自由意志でいられたかどうか、疑問を持つ専門家は少なくないのだ。17歳の女の子が外部との連絡を絶って暮らすのを、自由意志、と言い切るのは無理があるわよ。男は事件当時、定職がなく経済的な基盤も不安定だったことが記録されているのだ。それでも定期的に食料を調達し続けていた背景には、ある種の依存関係があったという分析もあるのだ。依存関係というのはどういうことなの？男にとって希望さんは、自分を必要としてくれる唯一の存在であり、その関係に執着していたという見方があるのだ。ネット上で知り合った当初から、男は希望さんに対して保護者的な役割を担おうとしていたそうなのだ。それが歪んだ形で13年間も続いていたということね。男の知人によると、昔から誰かの世話を焼くことで自分の存在意義を感じるタイプだった、と語っているのだ。しかし問題行動の芽は、希望さんと出会うよりずっと前から見られていたのだ。それはどういうこと？ 10代の頃、男はネット上で未成年の女性に繰り返し接触しようとしていたと、当時を知る人物が証言しているのだ。複数の女性からしつこくメッセージを送ってきた、会いたいと何度も要求された、という声が上がっていたそうなのだ。それは立派な問題行動だわ。なぜ誰も止めなかったのかしら。当時は SNS や掲示板の監視体制が今ほど整っておらず、こうした行動が表面化しにくい時代だったのだ。希望さんが失踪した2006年4月は、ちょうどインターネットが若者の間に急速に普及していた時期だったのだ。そういう時代の隙間に、事件が起きてしまったのね。男は希望さんとネットで知り合った後、比較的短期間で、一緒に暮らせる場所を用意する、と約束したとされているのだ。希望さんが失踪した2006年4月6日の直前にも、二人の間でメッセージのやり取りがあったという見方があるのだ。じゃあ最初から計画的に連れ出したということを。捜査関係者によると、希望さんが自らかを出た可能性は否定できないが、男が環境を整えて誘導した疑いも残ると伝えられているのだ。17歳の少女の心の隙間に入り込み、逃げ場となる居場所を提供した行為は、たとえ本人が善意と言い張っても許されるものではないのだ。そうよ。それは善意じゃなくて支配よ。その後13年間、男は希望さんの存在を外部に一切知らせず、家族にも警察にも報告しなかったのだ。家族の元に届いた、元気にしている、
というメールについても、男が内容を指示していた可能性が指摘されているのだ。自分の都合で家族を13年間も欺き続けたということじゃないの。希望さんの母親は遺体発見の知らせを受けた際、しばらくの間言葉を失ったと伝えられているのだ。てっきりどこかで元気でいると信じていた、という家族の言葉が、13年間の苦しみをそのまま表しているのだ。その言葉だけで、胸が張り裂けそうになるわ。男は2020年に警察の任意調査を受けた際、最初は関与を否定していたそうなのだ。しかし取り調べが進む中で徐々に口を開き、最終的に死体遺棄を認めたと伝えられているのだ。都合が悪いことは黙っておいて、逃げられないと分かってから認めたということね。男が認めた内容は、2016年5月にアパートを訪れると希望さんが亡くなっており、怖くなって遺体を山林に埋めた、というものだったのだ。家でジンをかくまっていることがバレるのが怖かった、という男の言葉が調書に残されているのだ。怖かったのは自分のことだけで、希望さんのことを何も考えていないわよね。13年間、外の世界から完全に切り離された狭いアパートで生き続けた希望さんの心情を思うと、言葉が出てこないのだ。栄養状態や健康管理がどうだったのか、詳細は明らかにされていないが、過酷な環境だったという見方が強いのだ。誰にも助けを求められず、ひっそりと命を落とすなんて、あまりにも辛すぎるわ。男の生い立ちから一連の行動を振り返ると、孤立、無職、ネット依存という要素が複合的に絡み合っていることがわかるのだ。こうした積み重ねが事件につながっていったのだ。生い立ちがあるにしても、それは免罪符にはならないわよね。そしてこの事件でさらに衝撃的なのは、男が罪に問われた内容があまりにも軽すぎるという現実なのだ。13年間の隠蔽、死体遺棄の邪悪、供述と司法解剖の矛盾、その全てを知りながら、司法はある判断を下したのだ。どんな判断だったの？それが気になって仕方ないわ。その判断の内容が、多くの人が言葉を失う結末へと繋がっていくのだ。では逮捕から裁判までの流れを見ていくのだ。ようやくここで司法が動いたのね。どんな展開が待っているの？ 13 年間の沈黙を破ったのは、ある意味でとても静かな幕開けだったのだ。静かな幕開け、というのはどういう意味かしら？逮捕の場面は、映画のような劇的なものではなかったのだ。警察が男の自宅を訪ねると、男はごく普通の表情で捜査員を迎え入れたというのだ。逃げも隠れもしなかったの？そうなのだ。2020年初頭、鹿児島県警が男を任意同行として呼び出し、取り調べを開始したのだ。男はその場でほぼ淡々と、死体遺棄の事実を認めたのだ。あっさり認めたのね。それが逆に不気味だわ。捜査関係者によると、男は終始落ち着いた様子で、大きく取り乱す場面はなかったと語っているのだ。まるで、いつかこの日が来ると分かっていたかのような態度だったのだ。13年間、ずっとその秘密を抱えて生きていたということよね。取り調べの中で男は、野添さんとインターネットで知り合い、自分名義で借りたアパートに彼女をかくまっていたと話したのだ。食料や日用品を定期的に届け、外との接触をほぼ断った状態で生活させていたのだ。それって事実上の監禁じゃないの？男はあくまでも、自由にさせていた、監禁ではなかった、と主張したのだ。しかし外に出ることもなく、家族とも連絡を絶ち、一つのアパートに閉じ込められた生活が自由と言えるのかどうか、という疑問は残るのだ。自由だなんて、どう考えても言い訳にしか聞こえないわよね。男の供述によると、2016年5月のある日、アパートを訪ねると野添さんがすでに息を引き取っていたと語っているのだ。男はパニックになり、すぐに警察や救急へは通報せず、遺体をそのまま放置したのだ。亡くなっていたのを見て、通報もしなかったの？男は数日後、遺体を車に乗せ、鹿児島市吉野町の山林へと運んだのだ。仙岩園裏の薄暗い斜面に穴を掘り、野添さんをそこに埋めたのだ。まるで人間は使いしていないみたい。男は、家でジンをかくまっていたことがバレるのが怖かった、と供述しているのだ。ご家族に申し訳ないことをしたとも語っているが、13年間一度も家族へ連絡しなかったのだ。申し訳ないと思うなら、もっと早く名乗り出るべきだったわよね。捜査を進めた鹿児島県警は、男が遺体を埋めた時期について、2016年も月頃、と供述していることを確認したのだ。しかし司法解剖の結果は、死後1年以内という鑑定結果を示していたのだ。供述と鑑定結果が食い違っているの？そうなのだ。男は、2016年5月に埋めた、と供述しているが、遺体が2019年8月に発見された時点での死後期間は1年以内とされており、この2点を整合させると供述の信憑性に疑問が生じるのだ。遺体の白骨化状況からすると、どの供述が真実なのかは今も確定していないのだ。なぜそんな重要な部分が確定できないの？長期間山中に埋められていたことで、遺体の状態が著しく損傷していたのだ。死因もまた特定できず、司法解剖の報告書には、死因不明、と記されたのだ。死因すらわからないなんて、本当に無念ね。警
警察は殺人の可能性も慎重に検討したのだ。しかし遺体の状況からは、他者による直接的な暴行の痕跡が認められなかったのだ。だから殺人罪での立件には踏み切れなかったということかしら。そうなのだ。県警は最終的に、死体遺棄のみで男を書類送検したのだ。逮捕状を取って身柄を拘束するという形は取られなかったのだ。書類送検だけなの？逮捕もされないの？さらに追い打ちをかけるように、もう一つの壁が立ちはだかったのだ。死体遺棄罪の控訴時効は3年なのだ。3年の時効って、それは一体どういうことになるの？男が2016年5月に遺体を埋めた、と供述している以上、書類送検が行われた2020年時点では、すでに時効が成立している可能性があったのだ。検察はこの点を精査し、起訴を断念したのだ。時効で起訴もできないなんて、納得できないわよね。13年間にわたって野添さんを外界から遮断し、死亡後も遺体を山林に埋め、家族に何も告げなかった男が、秘宝の手が及ばないまま社会に戻ったのだ。ご家族の気持ちを考えると、言葉が出ないわ。野添さんの家族は、この処分について何も語れない状況に置かれたのだ。娘の死因もわからず、なぜ13年間も帰ってこなかったのかも、すべての真実が闇の中に消えていったのだ。真実を知る権利すら、奪われてしまったのね。鹿児島地方検察庁は捜査を終了する形をとり、男への不起訴処分が確定したのだ。こうして死体遺棄、不起訴という処分が下されたのだ。それが結末だなんて、あまりにも不条理だわ。だがここで、もう一つの疑問が浮かび上がってくるのだ。なぜ野添さんは13年間、一度も家族の元へ帰ろうとしなかったのか。その答えはまだ誰にも分かっていないのだ。それがこの事件の本当の核心なのかもしれないわね。そしてこの事件が残した問いは、司法の限界だけではないのだ。なぜ彼女はあのアパートを選び続けたのか、その闇の深さは次のブロックでさらに浮き彫りになっていくのだ。その後はどうなったのかしら。実はここから、この事件がさらに深い問いを投げかけることになるのだ。男の嘘が確定した後、誰も想像しなかった現実が遺族の前に広がっていたのだ。想像しなかった現実って、どういうことなの？娘の死を知ってから13年分の空白をうずめようとした野添さんのご両親の苦しみは、事件が終結してからも消えることがなかったのだ。むしろ司法が幕を引いた瞬間から、新たな苦悩が始まったとも言えるのだ。事件が終わったのに、苦しみは終わらなかったのね。まずは男のその後から確認していくのだ。書類送検という処分が下され不起訴となった30代の男は、その後も鹿児島市内で生活を続けていると伝えられているのだ。逮捕もされずに、普通に生活しているというの？当時を知る関係者によると、男は書類送検後も近隣住民と顔を合わせながら日常生活を送っていたそうなのだ。法的な制裁をほとんど受けることなく、社会に溶け込んでいったのだ。それが許されているという現実が、どれほど遺族を傷つけるか。野添さんの両親にとって、2019年9月25日に娘の死が確認されたその日から、本当の意味での喪失が始まったのだ。13年間、どこかで元気に生きていると信じてきた希望が一瞬で崩れ落ちたのだ。信じ続けた13年間は一緒に不定されてしまったのね。当時を知る志布志市の住民によると、野添さんの家族は娘が失踪してから毎年欠かさず警察に捜索の協力を求めていたそうなのだ。家出人として処理されながらも諦めずに待ち続けた家族の姿が周囲の記憶に残っているのだ。それほど長く待ち続けた末にあんな形で見つかるなんて。遺体が発見されたのは2019年8月のことで、仙岩園裏の山林を巡回していた関係職員が不審に思い通報したのがきっかけだったのだ。その後の身元確認作業は DNA 鑑定によって行われたのだ。白骨化していたから DNA 鑑定が必要だったのね。2019年9月25日午後に鹿児島中央署が正式に身元を発表した瞬間、野添さんのご両親は言葉を失ったと伝えられているのだ。娘の名前が遺体として公式に確認されたその知らせは、想像を絶するものだったはずなのだ。親御さんの気持ちを思うと、どれほどからかったことか。その後、遺族は男の行為について刑事、民事の両面で責任を問えないか模索したと伝えられているのだ。しかし死因不明という壁が、あらゆる法的手段の前に立ちはだかったのだ。死因がわからないせいで、何もできないなんて。当時を知る法律関係者によると、死因が特定できない状況では殺人や傷害致死での立件はほぼ不可能であり、遺族が取り得る選択肢は極めて限られていたそうなのだ。司法の構造そのものが遺族の前に壁として立っていたのだ。遺族は何度も壁にぶつかり続けたのね。さらに遺族を苦しめたのは、娘が13年間どのような生活を送っていたかについて、詳細を知ることができなかったという点なのだ。男の供述は断片的であり、希望さんの13年間の実像は今もほとんど明らかになっていないのだ。何があったのかわからないまま、ということなのね。当時を知る捜査関係者によると、男が語った希望さんの生活の様子は、自分から外に出たがらなかった、という証言が中心だったそうなのだ。しかし、
その言葉だけで13年間を説明できるかどうか、疑問の声も上がっているのだ。本当に自由だったのかどうか、外からはわからないわよね。希望さんのご両親は、娘が送ってきた、元気でいる、というメールを今も手元に持っているとも伝えられているのだ。そのメールが本当に娘の意思で送られたものなのか、答えは永遠に出ないのだ。そのメールを見るたびに、どれほど辛い思いをするか。一方で男が家族に悪いことをしたと語ったという事実も残っているのだ。しかしその言葉が遺族にとって何らかの救いになったかといえば、決してそうではないのだ。謝罪の言葉一つで、13年間と娘の命が返ってくるわけじゃないわ。当時を知る支援者によると、野添さんの両親は事件が書類送検、不起訴で終わった後も定期的に娘が眠る山のそばを訪れていたそうなのだ。手を合わせ、娘との時間を取り戻そうとするように。それが今もご遺族にできる唯一のことなのかもしれないわね。この事件は司法的には幕が引かれたが、遺族の心の中では今も続いているのだ。遺族の苦しみは今も続いているのだ。そしてこの事件には、まだ語られていない闇があるのかしら。実はそうなのだ。なぜ希望さんは13年間、一度も助けを求めなかったのか。そしてなぜ警察はあれほど長い期間、捜査を実質的に進められなかったのか。次のブロックでは、この事件が日本社会に突きつけた構造的な問題に迫っていくのだ。この事件が社会に与えた影響について話すのだ。どんな影響があったの？ただの未解決事件では終わらないのね。この事件は、日本社会が抱える複数の構造的欠陥を同時にあらわにした事件なのだ。構造的欠陥って、どういうことかしら。家出人捜索の制度、ネット上での人間関係の危険性、そして自由意志と支配の境界線という3つの問題がこの一件に凝縮されているのだ。たった一つの事件に、そんなに多くの問題が絡んでいるの？そしてその問題の一つ一つが今もなお解決されていない点が恐ろしいのだ。この事件を深く掘り下げることで次の被害者を生まないためのヒントが見えてくるのだ。そう思うと、希望さんの死が無駄にならないように、私たちも真剣に考えなければいけないわ。まず制度の問題から見ていくのだ。2006年当時、家出人として届け出が出された場合、警察の捜索義務は非常に限定的だったのだ。家出人として届け出が出されると、捜査が制限されてしまうの？そうなのだ。自分の意思で家を出た、と判断されると、警察は行方不明者を積極的に追う根拠を失ってしまうのだ。希望さんのケースでも、家族に、元気にしている、というメールが届いていたため、自発的な家出、として扱われ続けたのだ。でもそのメールが本当に本人からのものかどうか、確認しようとしなかったのかしら。犯罪心理学の専門家によると、こうした、元気メールは支配者側が外部の追跡を遮断するために送らせる典型的な手口だと指摘されているのだ。被害者本人に送らせることで、周囲を安心させると同時に、捜索の動機を奪う効果があるのだ。つまり、そのメール自体が罠だったかもしれないということよね。そういう見方があるのだ。当時の警察の対応を振り返ると、位置情報の追跡や発信元の調査が十分に行われたかどうかについては、今も疑問の声が残っているのだ。技術的には追跡したはずなのに、動かなかったとしたら、それは制度の問題ね。実際、2012年に、ストーカー規制法が改正され、2016年には、行方不明者発見活動に関する規則が強化されたのだ。これらの改正には、このような事件の教訓が反映されているという見方があるのだ。遅すぎるとは思うけれど、少しずつ変わってはきているのね。また、インターネットを通じた出会いの危険性という観点でも、この事件は大きな問題提起をしているのだ。男と希望さんはネットで知り合い、男は自分名義のアパートに希望さんをかくまい続けたとされているのだ。2006年といえば、まだ SNS が今ほど普及していない時代よね。そうなのだ。当時はまだ出会い系サイト規制法が施行されて間もない頃であり、ネット上での未成年者の保護体制は現在と比べて著しく脆弱だったのだ。こうした規制の空白が、この事件の温床になったという見方があるのだ。未成年が危険な大人と簡単に繋がれてしまう環境が、当時はあったということよね。ここで少し踏み込んで考えてみたいのだ。まず心理的考察として、男の心理形成と動機の背景を専門家視点で見ていくのだ。どんな人物だったのかしら。その男性は、報道によると、男は無職であり、自身も社会から切り離された孤立した生活を送っていたとされているのだ。犯罪心理学の観点からは、こうした人物が自分だけが理解できる存在を囲い込もうとする心理パターンは珍しくないという見方があるのだ。つまり、希望さんを助けていたというより、自分の孤独を埋めるために必要としていたってことを。そういう視点で見ると、男にとって希望さんは救済の対象であり同時に自分の居場所を確認するための存在だったという見方があるのだ。食料や日用品を提供し続けることで自分が必要とされている
という感覚を得ていた可能性があるのだ。歪んだ共依存関係が13年間も続いてしまったのかもしれないわ。専門家によると、このような関係性では、監禁という明確な強制がなくても、被害者が自発的に外に出られなくなるケースがあるのだ。経済的な依存、社会への恐怖、そして家族への後ろめたさが重なると、逃げ出す選択肢が見えなくなるのだ。希望さんも自分では抜け出せない状況に追い込まれていたのかもしれないのね。次に環境的考察として、家庭環境と社会環境がどう影響したかを考えていくのだ。家庭環境については何か分かっているのかしら。詳細は明らかになっていないが、支援者の証言によると希望さんが家出を決意した背景には、家庭の中に帰りたくない理由があったとされているのだ。自ら進んで見知らぬ男のもとへ身を寄せるほどの理由が、17歳の少女にあったのだと考えると胸が締め付けられるのだ。誰かが早い段階で気づいて手を差し伸べていれば、結果は変わっていたかもしれないわ。高校のクラスメートによると、希望さんは普段から口数が少なく、相談できる友人もほとんどいなかったと語っているのだ。孤立した17歳の少女がネットの向こうに理解してくれる存在を見つけたとしても不思議ではないのだ。学校にも家庭にも居場所がなかったのかもしれないのね。そういう視点で見ると、これは単なる個人の問題ではなく、社会全体が孤立した若者をどう支えるか、問われた事件だという見方があるのだ。誰一人として希望さんを救えなかった。それが悔しくてならないわ。続いて構造的考察として、学校、地域、制度のどこに問題があったかを見ていくのだ。それぞれの場所でどんな問題があったのかしら。まず学校についてだが、当時の学校には、生徒が突然来なくなった場合の追跡義務が今より曖昧だったのだ。高校3年生が4月に失踪したにもかかわらず、学校側から積極的な情報提供や追跡が行われた形跡は見当たらないのだ。学校も家出人として処理されたら終わりだったの？そういう側面があったのだ。地域についても同様で、見知らぬ若い女性がアパートに長期間住んでいたとしても、近隣住民がそれを問題として通報する仕組みがなかったのだ。男の名義で借りられたアパートの中で、希望さんは13年間、社会の目から完全に遮断されていたのだ。13年間、誰も気づかなかったというのは信じられないわよね。制度の面では、家出人として届け出が出された18歳未満の未成年に対してさえ、強制的な安否確認の手続きがなかったことが問題視されているのだ。当時の法律では、本人が自発的に家を出たと判断されれば、保護の対象から外れてしまう空白があったのだ。法律の網の目をくぐり抜ける形で、希望さんは放置されていたのね。最後に再発防止の考察として、同じ事件を防ぐために何が必要かを考えていくのだ。今の私たちにできることは何かしら。まず第一に、家出人捜索における年齢別の対応強化が必要だという見方があるのだ。未成年の場合は、自発的な家出であっても、定期的な安否確認を義務付ける制度を設けることで、こうした長期失踪を防げる可能性があるのだ。つまり、一度届け出が出たら、定期的にフォローアップする仕組みが必要ってこと？そうなのだ。さらに、学校や地域に孤立した子供を早期に発見するネットワークを整備することも重要だという専門家の見解があるのだ。希望さんのような、家庭にも学校にも居場所を持てない若者を社会の仕組みとして受け止める体制が必要なのだ。居場所のない子供たちが危険なつながりに飛び込まないようにするためにも受け皿が必要なのね。また、インターネット上の出会いに関しても、プラットフォーム側に未成年者の保護義務を強化させる法整備が求められているのだ。2006年当時と比べると規制は進んでいるが、それでも現在も同様の手口による被害は後を絶たないのだ。技術が進化しても危険がなくなるわけではないのよね。そしてもう一つ、死体遺棄罪の時効制度についても見直しが必要だという声があるのだ。この事件では、男が2016年5月に遺棄したと主張したことで時効が成立し、刑事責任を問えなかったのだ。時効のせいで真実が闇に葬られてしまったのよね。そういう視点で見ると、現行の時効制度が遺体を長く隠し続けるほど罪を免れやすくなるという逆説的な構造を生み出しているという見方があるのだ。法律が犯罪者を守る盾になってしまっているのだ。それは絶対におかしいわよね。そういう制度の歪みこそ変えなければいけないわよね。だがここで一つ。この事件にはまだ誰も公式に答えを出していない最大の謎が残っているのだ。最大の謎って何かしら？男の供述と司法解剖の結果に残る矛盾。そして希望さんが13年間に何を見て、何を感じ、最後に何を思ったのか。その真実は、今も誰にも語られていないのだ。というわけで今回は、野添希望さんの失踪、死体遺棄事件を解説したのだ。どうだったメタン？13年間という長い時間の重さが、ずっと胸に刺さったままよ。希望さんがどんな思いで過ごしていたのか、考えると涙が出てくるわ。そして真相が今も完全には明かされていないまま、事件が幕を引かれてしまったことが、どうしても納得できないわよ。希望さんは17歳の時、自分の意思で家を出た、
でもその後の13年間、本当に自由だったのか、本当に幸せだったのか、それを確かめる手段は今や誰にもないのだ。ご家族は13年間、希望さんがどこかで元気に生きていると信じていたのよね。その気持ちを思うと、言葉も出てこないわ。改めて、野添希望さんのご冥福を心よりお祈り申し上げるのだ。どうか安らかに眠っていてほしいのだ。希望さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。そしてご家族の方々の悲しみが、少しでも癒えることを願っているわ。この事件が残した教訓は、家出人だから大丈夫、という思い込みが捜査の空白を生むということなのだ。そして時効制度のあり方も、社会全体で見直していく必要があるのだ。行方不明者が、元気にしている、という連絡をよこしていても、それが本当に本人の意思なのかを丁寧に確認する仕組みが求められているのだ。一人でも多くの行方不明者が生きて家族の元に帰れる社会になってほしいわよね。ここまで見てくれてありがとうなのだ。最後まで付き合ってくれた視聴者のみんなには、本当に感謝しているのだ。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。みんなの応援が、次の動画を作る力になるのよ。概要欄に同じ系統の事件をまとめた再生リストも貼ってあるから、ぜひ見てほしいのだ。どれも全力で作った動画ばかりなのだ。コメント欄では、この事件についてのみんなの意見もぜひ聞かせてね。どんな感想でも、真剣に読んでいるわよ。次の動画も全力で作るから、楽しみにしていてほしいのだ。それじゃあ、また明日なのだ。